マヤマニアック講座ダイレクト X11 シェーダーを作ろう第5回。前話したけどお金を稼ぎたいのならゲーム業界はあまりおすすめしないわ。新卒だと年収は250万から350万円の間が相場なのだ。しかも大手に行くほど分業が進んでいたりしてひたすらナンバリングタイトル専門で作り続けることになりがちなのでクリエイティブからは離れていくというのがあるあるだと思うわ。だから基本はキャリアアップのために転職をするのが割と普通の業界でその時に年収アップを狙うのが定石だったりするわね。ただしあまり転職回数が多いと株主みたいに書類選考で苦労するので理想形は新卒から大手に行って基礎を学んだ上でスタートアップのベンチャーに転職して目立つ実績を作るのがいいと思うのだ。今回はいよいよ具体的な計算処理をする頂点シェーダーについて話をするわ。まずは最初に実際の例を見てほしいのだ。これだけ見ても何のことやらわからないと思うから少し簡略化するわね。頂点シェーダーというのは一つの機能を持った関数を意味しているの。 C 言語でいう関数、 Python でいうファンクション、メルでいうプロシージャと同じなのだ。 vs2ps vs カッコ vs インプットインという部分がこの関数の基本構造を示しているんだけど、ここで宣言した関数を他の場所で使う場合は三角三角イコール vs カッコ〇〇セミコロンという風に使うことになるわ。 vs っていう関数に〇〇という値を入れると三角三角っていう値を返すっていう式ね。 vs2ps っていうのは前回話した出力用構造体の名前で vs インプットってのは入力用構造体の名前なのだ。そうね、つまりこの関数は入力用構造体を int っていう任意の変数として読み込んで最終的に結果を出力用構造体の形で出しますよということを意味しているの。ちなみに他の言語と同様に概率の型、関数名、括弧引数の型、引数の変数名という順番で書くのがルールになっているわ。そして構造体の時と同じようにその内容が中括弧の中に書かれているって感じなのだ。ここで重要なのが vs2ps アウトセミコロンとリターンアウトセミコロンっていう部分で関数に返り値がある場合は必ず最後のリターンで値を返してあげる必要があるんだけど、その返すものが出力用構造体の形になるので vs2ps 型の変数を宣言してあげた上で計算処理の結果をそれに入れて最後にリターンしてあげるって流れね。その計算の過程で出てくる in ピリオドポジションみたいなやつは関数宣言の括弧の中で持ってきた入力用構造体のメンバー変数にアクセスしているのだ。そうね、以前の動画で見せた入力用構造体の中にはポジションやノーマルっていうメンバー変数があったと思うけど、構造体ピリオドメンバー変数名って書き方をするとその変数にアクセスすることができるの。アウトピリオド h ポスイコール丸カッコインピリオドポジションカンマ gwvt h ポスっていうのは CG 言語で出力用の頂点座標の型を h ポスって指定しているのでその名残としてこういう変数名で使われているみたいだけど、これは別の名前でもいいわ。丸カッコはカッコの中の2つの値を掛け算する関数で、ここでは頂点座標を gwvp 変換行列で座標変換している式ね。こうするとアウトという構造体型変数の中のメンバー変数 h ポズには各頂点がゲーム画面上ではどの位置になるのかっていう二次元座標の値が入るのだ。アウトピリオド uv イコールフロートにカッコインピリオド uv ピリオド x カンマ1引くインピリオド uv ピリオド y セミコロン。これは uv 座標の変換部分でフロート2カッコは中にある2つのフロート値でフロート2の形にまとめてるんだけど、この処理はキャストというわ。こうしないとアウト構造体のフロート2型のメンバー変数 uv に値を入れることができないの。ピリオド uv ピリオド x という部分だけど構造体型変数 in の中のメンバー変数 uv は u 値と v 値の2つの値があるんだけどそのうち1個目の u 値を x で指定しているのだ。当然 v 値は y でフロート4の値だったら z や w もあるし色情報なら r や g、b といった指定もできるのだ。1引くインピリオド uv ピリオド y の部分だけど、これはややこしいんだけどマヤは本来オープン GL になっていて、だけど今回はシェーダーのためにダイレクト X モードで使用していることに関係しているわ。オープン GL だと UV はみんながよく使う UV エディターのように左下が原点なんだけどダイレクト X では原点が左上になっているのだ。要するに U 値はそのままでいいんだけど V 値は反転させないといけないのだ。ダイレクト X モードでモデリングしているから勝手に変換してくれてるわけではなくてモデル情報自体はオープン GL で保存されているんだと思うのだ。アウトピリオドノーマルイコール丸カッコインピリオドノーマルカンマ gwit セミコロン。この部分は頂点本線を gwit で変換しているところね。頂点本線は座標情報ではなくベクトル情報なので gwvp を使わないのは前回の動画の通りなのだ。ここまでで頂点座標、頂点本線、
UV 座標といった基本的な情報が下処理されて、その結果が構造体型変数アウトに格納されたことになるので、最後にターン関数で返して頂点シェーダーの記述は完了よ。何もノーマルマップを使うにはタンジェントやバイノーマルを計算したりと色々あるんだけど、基本形は変わらないのだ。今回のお話はここまでね。また次回の動画で会いましょう。また。